久しぶりにボンボンが家に帰ってきた。おはようございます。無職の TK です。日本で社会のレールを踏み外してしまい、就職できずアメリカに逃げてきた。前回までの無職の TK はこちら。アメリカに移住して結婚して子供ができて子育てのためのアパートに引っ越すところだ。最初は英語を勉強するために1年間の予定が、気がつくと12年が過ぎていた。浦島太郎だ。そろそろ長崎のお墓参りもしたいし、足立区にいる両親にも会いたいが、現在自分の置かれている状況では身動きが取れない。今は妻のお腹の中にいる赤ちゃんが元気に生まれてくれることだけを祈っている。現在妊娠28週目。おはようございます。ちわんです。今日の朝ごはんはキンパ。キンパップに欠かせない味噌汁を先作る。味噌汁とキンパップの具材を切っていく。今日で妊娠28週。不思議なことに、今までお腹があんまり大きくなっていなかったのに、ここ数日でお腹が急に大きく感じてる。奇妙だ。私が子供の時から一番大好きな韓国フード。日本の巻き寿司と間違われるけど、味は結構違う。基本的にキンパップの材料は何でもいい。冷蔵庫の余った食材を活用することもできる。しかし、これだけは外せない具材が私にはある。1、たくあん。これは日本のたくあんのより甘くて、私が一番好きなキンパップの材料。2、卵。これこそ外せない材料。3、人参。私は人参嫌い人間だけど、キンパップには人参が欠かせない。4、ほうれん草。ほうれん草はなんか理由がないけど、いつも入れてる材料。この4つの材料が子供の時から好きだったキンパップの材料。簡単で美味しいので、皆さんも作ってみてほしい。今日の朝ごはんは味噌汁とキンパ。いただきます。今朝もなんとか朝ごはんをいただくことができた。感謝。最後に残ったたくあん一つさえ無駄にしない。ごちそうさま。たくあんって美味しいのか？動画編集を進めていく。チャンネル登録者数1万人になったら長崎に墓参りだ。少し疲れたので休む。何お前入ったら寝るだろう。妻が寝てばかりいるオイラをベッドから追い出した。何もやる気が起きないので昼過ぎまで寝てしまった。猫たちも自分たちより寝るおっさんを見て少し引いているようだ。無職のおっさんが普段着に着替えた。
これからランチ食べに行ってきます。どうやらお腹が空いて起きたようだ。だいぶ遅いけど今日涼しいで。外に出ると秋を感じるようになった。歴史のまっすぐ下にいてさ、ソーセージ屋さんでご飯食べるか。今日はレキシントンアベニューを歩いていく。これ買いたい。後で。このオリーブツリーを今度買おうと思います。なかなか食べるところが見つからず歩いていたら、ジワンが G5 になった。かなりイライラしている状態だ。これ以上妻を歩かせたら危険と判断したので、今日はここでお昼ご飯を食べるとするか。パストラミクイーンだ。何がいい？なんかオニオンリング食べてるな今日。じゃあオニオンリング行こう。じゃあこれとこれ。これ。Can we get one of the pastrami sandwich and then one brisket and one onion ring? Okay. Dr. Brown soda, one cherry for him, and then one Sprite. Sprite and a cherry. Yeah. Okay. Thank you. Thank you guys. オニオンリング1400円。 This is the pastrami. This is the brisket. パストラミサンド3800円。いただきます。1956年創業のパストラミクイーン。結構美味しい。機嫌の悪かった妻も元気になった。温かいライ麦パンにパストラミとマスタード。これが元祖ニューヨークスタイルのパストラミサンドだ。おいらはカッツデリカテッセンよりこっちのパストラミクイーンの方が美味しいと思う。メトロポリタン美術館から徒歩10分。美術鑑賞をしてお腹が空いたらパストラミクイーン。うまかった。ごちそうさん。パストラミクイーンズ行ってきました。ごちそうさま。美味しかったです。トータル11000円。雲一つないい天気やねって。なくても構わん。もうグリーンが少ないしな。ランチ食べ終わって家に帰ります。今日はアパート退去まで1ヶ月を切ったので、少しずつパッキングを進めていく。まずは押し入れに眠っている冬服を詰めていく。もう機内にしようかな。ちっちゃいんだよなそれ。段ボールの中には何が入っているのか、そしてどの部屋に運ぶのかをしっかり明記しよう。もう着ないと思った服は捨てる勇気。次のアパートではミニマリストを目指してみよう。まだまだパッキング10分の1も済んでいないけど、だいぶ疲れた。ゴミ出してくる？第1回目のパッキングなんとか終わって、これからホールフーズにグロッサリーショッピング行ってきます。まだ全然荷造りは終わらないけど、今日だけでもたくさんのゴミを出した。5年間の生活でだいぶ物を溜め込んでしまったようだ。これからは物を買うときはよく考えてから購入する。次の街ではどんな生活が待っているんだろう。もうここで買い物をできるのもあと数回だ。ようやくご近所さんとも仲良くなったと思ったらお別れ。ナンバーワンアイスクリーム買っちゃった。
この日は2人とも疲れたので近所のピザ屋さんで夕食を軽く済ませた。残り1ヶ月を切ったアッパーイーストサイド生活、毎日大切に生きていく。いつの日かアッパーイーストの家賃を払えるような人間になってまたこの町に戻ってくると心に誓った。はい、無事家帰ってきました。いいなぁ。YouTube でめっちゃ出たから買ったけど、こんな変なトマトたち。これで$8だって。もう買わない。これ3つで$8。たけー。一人で好きにさせてくれる。私の手首を守れる。何をスクイーズするの？これ買ったんです。野菜、今野菜好きにするじゃん、私。ほうれん草とか。だから、こっちにほうれん草とか入れて、ここでプッシュするの。だからここで水がちょん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 。ああ、スクイーズしてくれるんだ。これだけしか味わっちゃう。でも今韓国で人気あったアイスクリームがなんかわかる？バニラアイスクリームにオリーブ油オリーブ？オリーブ油とやめときな。めっちゃうまいんだってよ。でもはい。この溶けた感じがいいね。アイスクリームを食べながらワンピースの続きを見ていく無職のおっさん。最近あげてる猫のご飯がこちら。訪問が一気に食べちゃうから自分がなくなっちゃったからセカンド犬やっちゃったんだけど、今自分起きてるから大丈夫やろ。なんか自分のお腹空いてるタイミングとが一番いいよな。ボンボンがお腹空いてるタイミングが違う。自分ね、朝起きないからあんま。これあそこで食べさせて。一番ご飯ご飯。私はドライフードをちょくちょく食べちゃうから。マンハッタンアッパーイーストのこのアパート退去日まで1ヶ月を切った。思えばこのアパートにオイラが転がり込む形で結婚生活を始めたのだ。なんだ、紐じゃねえかよ。あれから5年間いろんなことがあった。生物学的にも娘が誕生したのはこのアパート。無職のオイラに何もやらないなら YouTube でもやれとお尻を叩いてくれた妻。うつで全く行動を起こせなかった最初の4年間。初めは冗談かと思ったが1年間継続してみた。そしたら TKs という仲間ができた。これからもオイラはこのチャンネルを TKs が一人でも見てくれている限り継続していくのだ。編集していきます。本日もご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TKs。毎週金曜日が待ち遠しいだろう。本日初めてオイラのチャンネルを見てくれた方はこれまでの動画をおすすめします。すべてコンプリートしたらあなたも TKs の仲間入り。おやすみなさい。それではまた金曜日にお会いしましょう。無職の TK グッズ好評発売中。